I really don't want to do it. Could you read?さらに3種類いただいてるこんな出るまでMy mouth was clear and I can concentrate well. Concentrate well.
6Could you turn me a memory? Did you have this? I'd like to see you look scary. I'd like to say you look scary. Keep it for Cherokee. Talk like that.私は T シャツを探している。I'm looking for a T-shirt. Nej. Ah, jag trodde det var sandwich. The party is rolling later. Please deliver them out to him.
これやろうかな。煮込みましょう。火が通ってる頃だと思うので、混ぜる。軽く混ぜて。湯気出てる？結構入れないとダメだと思う。味がね。海外から戻ってきて、再び節約生活を始めました。今週の初め9日から給料日までの約2週間、17,000円弱で過ごさないといけないんですね。もうこの17,000円弱の中に、食費、日用品費、娯楽費とかも全部、この3つ以外の全部も含めて、17,000円弱で過ごさないといけないんですね、2週間を。で、今週、調味料とかいろいろ買ったんで、そこそこね、使ったんですけど、それでもね、予算内には収まってると。来週は調味料とか、そういうものを買う必要がないと見込んでるので、大きい出費になることはないんじゃないかなと見込んでます。ただね、水曜日がお給料日なはずだから、いつものルーティンに月曜日の温泉巡りをね、できるかどうかというところがちょっと心配なところではあるんですけど、そこはね、今まで節約生活をしてきた自分の腕の見せ所やと思うので、値切り品の野菜見つけるであったりとか、うまいことをやっていけたらなと思ってます。でも、乗り切れそうな自信はあるんですよ。それはなんでかというと、あまりお金を使わない趣味が自分の中にあるからということですね。具体的にどういうものかというと、自炊ですよね。食費兼娯楽費みたいなところがあるんですけど、自炊はね。自炊。あと、英語の勉強ですね。買ってある単語帳とか、あと YouTube 使ったりしてね、勉強をしててお金いらないし、あと読書か。今一応ね、
2冊所持してる状態なんですけど、それ読んだりとか、いくらでもね、お金をあまりかけずに過ごす方法が自分の引き出しの中にあるので、残り10日間7000円ちょいでうまいことやってやろうと思います。この後、お風呂上がりのね、体温が下がっていくまで、引き続きちょっと英語の方勉強してから寝ようかなと思います。給料日までの10日間、予算内で過ごせるかどうか見守っていただける方、ぜひチャンネル登録お願いします。今週もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ。